とりあえずクロスの入り方として取ってます。取ってる。で、こう構えてくるじゃないですか。で、この時にどこを持つかっていうと、ここだと相手手動くんですよ。だから取りにくいんですよね。なんで基本的には近い方の襟なんですよ。こっちじゃなくて、これは遠いじゃないですか。そうですね。でもしも相手の、向きが逆だったらこっち取った方がいいです。近い。取りやすいし、コントロールしやすいですよ。とりあえずこっちから取ってるんで、こっちの手でいきましょう。で、このまま座っちゃうと、足流されるとか、もしくは持ち手の方をこう流して、でこのまま十字にいっちゃうとか、こういうのあるんですよ。でもしくはこのままマウント来ちゃうとか、もう飛びつき三角食らうとか。なんで、ここでやっぱ足のつっかいですが、入れる、で、つくと同時に、こう。で、この時の足のつき方も、ちょっとね、かかとをね、上に向けるような感じで、こういう感じで。そうじゃないと、こういうふうについちゃうと、足感くるんですよ。そう。で、そこでセットアップされないために、こうやって角度を設けておけば、すねを掴むぐらいなんですよ。だからまずはこれが基本姿勢ですね。で、ここで相手の動きに応じてクロスに入ってくるんですけど、例えば両足ついた場合、こういう人、イージーですね。これ引けばいいだけなんで。でもこういう人なかなかいないんで、だいたいここでウィンシールドを作ってくるじゃないですか。で、この時は反対の足ですねに足入れるんですよ。すねとすね合わせます。で、右手は空いてるんで、ここで相手の襟を取っちゃう、袖を取っちゃう。で、2対1なんで、2でプルして、こっちはキックする。と同時にここで入れる。こういう入れ方ですね。クロスの入れ方として。こう構えて、取る。入れる。で、足を返す。で、イさん別に動いていいですよね。そう。全体が遠いような気がしますね。動いて、ここをクローズアップするとかした方がいいと思うんですよ。で、ここで足を入れる。入れて、上半身は引く。上半身引くと下半身が重心が上がるんで、これ蹴りやすいんですよ、ポッと。で、蹴ったと同時にここでクロスつく。で、ここで持ち手持ってるんで、持ったままパスする。で、クロスグリップ作る。これが、クローズドガードの基本ですね。基本姿勢というか。で、今、基本的な入りやったんですけど、こう掴んで、で、使えるじゃないですか。で、このまま立ってる場合もあるんですよ、相手。これだと、リバースデラとか、それか、持ち手を変えて、デラヒーバとか、行くんですけど、ここはあえてクローズドガードに入れるっていうのをテーマにいきましょうか。で、こうするじゃないですか。したら、一回、遠い方の足、掴みます。掴んだら、ここで、一応ね、つっかいが今、足しかないんで、この自分のすねもシールドで当ててください、こうやって。そうすると、足とすねで相手は前来ないですよ。かつ、僕が左手で引いてるんで、押してるのと引いてるので、ここ釣り合うんですよ。で、足止めてるじゃないですか。で、止めてるんで、足も後ろに下がれないと。で、ここ、手首よりかは、肘まで入れちゃった方がいいですね。で、ここで、今ここ、なんていうんだろうな、足をこういうふうに並行して重ねてるだけなんですけど、これを開いて、ふわっと。開くと同時にバンプで腰を上げながらこうやって入れる、でここで相手の動きがなければこのまま左手取ってここ勝っちゃえばいい、これでマウントまでいきます、
だけどまあ基本的に入ったら結構警戒されるんで、例えばここを後ろ下げるとか、ね、でここで切っていくとかいう体勢になるんで、まあ、このままでもいいです。でもこれでも一応クロスに入ってるんで、でここでズボンとか取ってきた時にクロスグリップを作る。で両手で引っ張ってで脇の下とか取ってでどんどん近づけさせるんですね、相手距離を。そうするとこの相手は離そうとしていくんですけど、それができなくなってくるんでバランスが崩れるんですよね。で最終的には下に落ち着くみたいな感じになります。これが一応相手が立っている状態に入るクロスですかね。でもう一つは、まあ、簡単な飛びつきクロスですね。これ簡単です。取ったらステップとしては同じ方向の腕と同じ方向の足を出す。で自分の膝裏を相手の骨盤に当てる感じです。で飛ぶ。とシンクに入ります。そうこういう感じです。で結構相手と距離が離れてるとたまに失敗するんで、受け身取れるように、まあ、右手はちょっとフリーにしといた方がいいですね。でまあフリーにしといた方が足もすぐ変われるんですよ。で相手もまだ体勢作れてないんで、ここで腕取ったりとかこういう動きでスイープしたりとか、いう動きにつながる感じですね。だからクロスの入り方はこんぐらいかな。あと一つあります。もう一つはカウンター系なんですけど、例えば、相手がクロスにしてるでここでもうやられそうだと抜かれそうだという時は、ここでまずしがみついておいてください。で足も太ももで相手の足首をホールドする感じ。これだったらまだ抜けないんでギリギリだけど、抜かれるのには時間の問題ですよね、これだと。なのでここで相手のラペラを出してあげて、でこのまま上にある太もも、自分の足と一緒に巻いちゃいます。こんな感じ、まあ、これでもいいです。足が入ってるといいです。でここまで持つじゃないですか。でここで腕交換してあげてください。握り替えてください。でここで肘で立ちます。肘で立ってでここも抜いちゃっていいです。相手多分抜きに来るんで抜かれちゃっていいです。でこのまま相手と同じ方向に向いて右肩ついて、でこのクロスなるほど。これはクローズガードの、カウンター系の入り方ですね。面白い。もう一回いきます。これね、ピー入れなきゃいけないけど、前の道場で、トップの強い選手がいて、その時に編み出したやつですね。ここで持つじゃないですか。だからまあこう来たとしたら、もうまあ、例えばちょっといいですか。多分こういうハーフガードを作るときに多分利き足ってあるんですよ。僕こっちなんですけど、例えばこっちに来られるとかね、こういう時このハーフの作りって弱いじゃないですか、そういう時に使ったりします。で持ち手としては順手っていうのかな、逆手じゃなく順手で持ちます。ちょっと今切りましょうか。はい、作りとしては、まあ、言いづらいですね。抜かれそうになった時ですね。でもうラペラを取ってで、まあ、ここにしがみついてる状態作ってください。でもここで足組んで組むというかセットして自分の足ごとラペラを巻きつける。結構タイトめの方がいいですね。でちょっとねここでペラッと
ラペラが出てる状態作った方がいいです。そうした方が持ち替えやすい。で先端持ったとするじゃないですか。で持ったらここでもう相手抜かしちゃってください、足を。そうするとちょっと距離が取れるんで、自分の肩をまず抜きます。抜いたら今度肩入れ替えます。入れ替えてこうしてクロスになる。で例えばここで足とか取られる場合あるじゃないですか。もうこれホレッタなんですよね。ホレッタになってるんで、ここで腕取って十字とか、このまま腕取ったらスイープとかでカウンターで返してあげるといいですね。なとこですか。ちょっと説明できるかわかんないけどやってみますか。ダブルガード。上から取った方がいいじこっちからの方がいいかな。上の方がいいかもしれないですね。例えばこうダブルガード入っていて、相手がこう外から足を巻いてくるじゃないですか。でこの時に自分の足としてはこっちに持ってきたいんですよ。さっきの作りと同じに相手の骨盤あたりに片方の足持ってきたいですね。でもう一つは相手にここに入れられると困るんで、このままブロックするんですよ。ブロックします。でこの足をここの山越えなきゃいけないんですよ。これでただここブロックしてくるんで、そこをどうするかっていうところは後方によるんですけど、例えばここで持って、そうするとここで入りやすいですね。でここまでセットできたらもう持ち替えて襟でもいいですし、でもこっち持った方がやりやすいはやりやすいですね。引きやすいんですよ。でこのまま両手で引いて、さっきと同じように下からこう上に入るやつあったじゃないですか。それをここでやる。でこのままクロス取ってもいいですし、この勢いを使ってここで、ヒップスローに持っていくのもありですね。入ります。そうですね。やっぱクロスグリップの方が重要かもしれないですね。で例えばこう巻いてくるじゃないですか。ベリンボールとかで。でここでこいつを切ると。でここは死守すると。で足をセットしてあげてこうですね。でここでクロスグリップ取っておけば基本的に足感を取りづらいですよね。取られるとしたらアキレスとかだけど、アキレスだったらこういう角度だと取られるんですけど、この角度だと意外と来ないですね。ここで締めることになるんで。であとアンクルだともう片方手必要なんで、取られていてもこう買っとけばいいかなと。でここでこの足の形を作ったら引く。で脇の下ですね。脇の下を使ってこう引くとつっかえちゃうんで、左方向ですね。自分の脇の方向に流してあげながら足を入れる。でそのまま行くという感じですかね。